アメリカの防空システムが半分空になったのだ。イラン戦争が始まってわずか数週間で米軍が保有するパトリオット防空ミサイルの約半数が消費されたのだ。これは単なるニュースじゃないのだ。日本の安全を守るシールドにいきなり大穴が開いたのだ。パトリオットって日本にも配備されてますよね。それが半分なくなったってどういう意味なんですか？日本への影響、すごく心配です。まさにそこが今日の核心なのだ。この動画では3つのことがわかるのだ。なぜパトリオットがここまで急速に消費されたのか、日本の安全保障にどんな穴が開くのか、そして停戦が延長された今も解決しない根本問題は何なのか、順番に解説するのだ。まず背景から整理するのだ。2026年春、アメリカとイスラエルはイランへの大規模な軍事作戦を開始したのだ。ニューヨークタイムズによると、その後数週間で米軍はパトリオットミサイルの備蓄を約半数近く消費したとされているのだ。冷戦終結以来、これほどの規模での防空ミサイル消費は前例がないのだ。数週間で半数ってペースが早すぎませんか？パトリオットって何に使ったんですか？イランの攻撃を迎撃するためですか？その通りなのだ。イランは弾道ミサイルと巡航ミサイルを大量に保有しているのだ。そしてイスラエルへの攻撃を阻止するためにパトリオットが次々と撃ち込まれたのだ。問題の核心はここにあるのだ。パトリオットは迎撃ミサイルだから一発撃つたびに備蓄が減る。でもイランはドローンや安価なミサイルを何百発も飛ばしてくるのだ。これは完全にコスト構造の非対称戦争なのだ。非対称ってどういうことですか？安いミサイルで高いミサイルを使わせるってことですか？まさにそれなのだ。例えば料理で例えると分かりやすいのだ。1000円のランチを守るために3万円の食材を使い続けるようなものなのだ。イランのドローンは一発数10万円だけど、パトリオットは一発約6億円と言われているのだ。撃てば撃つほどアメリカの財布と備蓄が削られていくのだ。では数字で現実を直視するのだ。パトリオットミサイルは一発あたり約400万ドル。日本円で約6億円なのだ。そして製造にかかる時間はなんと2年以上なのだ。つまり今消えた分を補充しようとしても、最短でも2年待たなければならないのだ。これはスーパーで在庫切れした商品を今すぐ補充できないどころか、畑から育て直すようなものなのだ。2年ですか？それって今の状態が2年以上続くってことじゃないですか。その間に別の有事が起きたらどうするんですか？北朝鮮のこととか、台湾海峡とか。そこが最大の問題なのだ。アメリカは現在、中東、台湾、朝鮮半島という3つの潜在的紛争地帯を同時に抱えているのだ。防衛専門家の分析では、米軍の防空ミサイル備蓄が現在の水準では、複数の戦線を同時に支えることは物理的に不可能という見方が出てきているのだ。これは同盟国である日本にとって直接的な安全保障の穴を意味するのだ。ここで少し視点を変えるのだ。ちょっと想像してほしいのだ。あなたが大型マンションの管理人で、消火器が建物の半分しかないとする。その状態で近隣の火事を消しに行ったら、自分の建物が火事になった時、どうなるのか考えたことあるのだ。米国の同盟ネットワークは今、まさにその状況なのだ。メディアの報じ方を見てると、CNBC は停戦延長で、緊張が一時的に和らいだ、という文脈で報じてるんですよね。でもニューヨークタイムズはミサイル備蓄の問題を重視していて、報道の角度が全然違います。どちらが実態に近いんですか？ CNBC が報じるように、4月22日現在、トランプはイランとの停戦を延長したのだ。原油価格もブレント原油が 97.81 ドル、WTI が 89.04 ドルまで下がってきたのだ。でもニューヨークタイムズが指摘するのは、この停戦が極めて脆弱だということなのだ。イラン側はパキスタン仲介の交渉を、時間の無駄、と拒絶しているのだ。つまり停戦は延命しているが、解決は何もしていないのだ。ではここから日本への影響を具体的に話すのだ。まず安全保障の観点から言うと、日本に配備されているパトリオットは在日米軍が運用するものと、自衛隊が運用するものがあるのだ。今回消費されたのは米軍の中東配備分だが、問題は、もし台湾海峡や朝鮮半島で有事が起きても、アメリカが迎撃ミサイルを回せるか、という問いに、以前より自信を持ってイエスと言えなくなったことなのだ。それって日本が自前でもっと防衛装備を持つべきってことになりますよね。でも防衛費を増やすって、私たちの税負担に直結する話ですよね。まさにそこなのだ。日本は2022年から防衛費を GDP 比 1% から 2% に引き上げ始めているのだ。2026年度の防衛費は約 8.5 兆円なのだ。これを家計に換算すると、4人家族で年間約5万円分の税負担増に相当するのだ。今回のパトリオット消費問題は、この防衛費増額の必要性を裏付ける強力な根拠になるのだ。米国頼みには限界があるという現実が数字で証明されたのだ。実は
この問題の根っこはもっと深いところにあるのだ。ここまで話したことを一度整理するのだ。パトリオットの約半数がイラン戦争で消費された。一発6億円で製造に2年以上かかる。日本の防衛は米国依存だが、その米国の備蓄に大きな穴が開いた。そしてここから先が、より深刻な問題なのだ。次はエネルギーコストへの直撃なのだ。停戦が延長されたとはいえ、ホルムズ海峡は依然として不安定な状態が続いているのだ。CNBC によると、ブレント原油は現在 97.81 ドルで推移しているのだ。もし停戦が再び崩れてホルムズ海峡が実質的に閉鎖された場合、原油は1バレル120、130ドル台に跳ね上がると専門家は試算しているのだ。そうなると日本のガソリン代は1リットルあたり約185円から220円台に上昇する可能性があるのだ。月に40リットル給油するとしたら、今より月1400円以上の増加ですよね。それが毎月続くと年間で16,800円。家計にとってはかなり痛い数字です。正確な計算なのだ。そしてガソリンだけじゃないのだ。原油高は電気代にも波及するのだ。日本の電力の約3割は LNG、つまり液化天然ガスで発電しているのだ。中東情勢が悪化すれば、LNG の輸送コストも上昇して、電気代も家庭で月800、1200円ほど追加される可能性があるのだ。つまりパトリオット消費問題は、安全保障だけでなく、あなたの毎月の光熱費にも直結しているのだ。ちょっと待ってください。逆の見方もできませんか？パトリオットが半分減ったということは、イランへの攻撃がそれだけ効果的だったとも言えませんか？つまり米軍は消費したけど、目的を達成しつつある可能性は？鋭い視点なのだ。確かに軍事的には一定の成果があったかもしれないのだ。でも問題はそこじゃないのだ。パトリオットは攻撃用ではなく防衛用ミサイルなのだ。つまり消費されたのは、主にイランのミサイルを迎撃するためなのだ。攻撃の成果ではなく、守る力が削られた。これが本質的な問題なのだ。攻撃は成功しているかもしれないが、守りに使えるミサイルが減ったという事実は変わらないのだ。冒頭で日本の安全保障に大穴が開いたと言ったのだ。その意味がここで明確になるのだ。日本防衛は3層構造なのだ。1層目は米国の核抑止力、2層目はパトリオットなどの防空システム、3層目は自衛隊の通常戦力。今回消えたのは、同盟国としての2層目の後ろ盾なのだ。1層目と3層目だけでは、北朝鮮の弾道ミサイルを迎撃するシナリオが相当厳しくなるのだ。ここで僕の正直な見立てを言うのだ。3ヶ月後を考えると、3つのシナリオがあるのだ。シナリオ A は停戦が続きイランが妥協案を出す。この場合、原油は80ドル台に落ち着いてガソリン代も落ち着くのだ。シナリオ B は停戦が再び崩れ戦闘が再開する。原油120、130ドル突破、ガソリン220円超え、電気代も月1000円以上上がるのだ。シナリオ C は現在の停戦が延長し続けて半年以上の膠着状態になる。原油は90、100ドル台で日本の物価に低速で効き続けるのだ。先輩はどのシナリオが一番現実的だと思いますか？正直な読みを聞かせてください。僕の個人的な見立てはシナリオ C が最も可能性が高いのだ。なぜかというと、トランプはイランの完全降伏を求めているが、イランの議会は脅しの下での交渉は拒絶すると明言しているのだ。双方が引けない構造になっているのだ。つまり今日覚えておいてほしい数字は一つだけなのだ。2年なのだ。パトリオットが補充されるまでの2年間が日本の安全保障にとって最もリスクの高い空白期間になるのだ。あなたはこの空白期間に何が起きると思うか、コメントで教えてほしいのだ。今日は米軍のパトリオット備蓄問題と日本の安全保障への影響を解説したのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースをこうやって深掘り解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してもらえると、もっと良い解説をお届けできるのだ。毎週水曜日はテック最前線をお届けしているのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。次回は今の兵器産業の製造能力の限界と AI が変える次世代防衛の話をする予定なのだ。お楽しみにしてほしいのだ。